こんにちは、ナピです。今日は前回の続きからこのアイスを作るところから始めます。昨日作ってラップを巻いといたんですけど、このピンクの粘土スケールの E の分量ちぎってボソボソにするそうです。もうちょっと空気に触れるようにラップかけとけばよかった。まだちょっとネバネバしてるからボソボソにならない。ボソボソになったら粘土スケールの D これに入れてアイスっぽくボソボソを潰さないようにで、出っ張ったところをハサミで切る。できた。断面を指でちょっと整えて、前回作ったココットにコーンが入ったもの、これに入れる。でもさ、これパラパラ取れちゃうんだよな。これちょっとココットから一回出して、それでコーンの中に入れた方が入れやすいかも。なんか私このコーンのひだひだに引っかかっちゃってアイスがうまく入れられない。ココットありが3つとなしが3つ、それでピンクの粘土これぐらい余ってるんで6個分は取れました。これを2日ほど乾燥させるそうです。次は顔を作ります。粘土スケールの E、 赤茶の絵の具ごく少量だって。もうちょっと濃くてよかったか。怖がりすぎたこれぐらいかな。粘土スケールの A、 3mm×4mm の楕円、ちょっと潰すのか。頑張って殻大きめに作ったけど、やっぱり白い部分がちっちゃくなっちゃった。顔が大きすぎちゃうのかな。ちょっと A の粘土気持ち少なめで、こう思いっきり指でえぐれるぐらいこれぐらいにしとこう。ちょっと顔だけ何個か作ってそれをまとめて貼っていこうかな。そうしたらこれも1日ほど乾燥させるそうです。今日の作業これで終わっちゃうのも困っちゃうんで、こっちの先に作ったアイスの方にこのソースをかけるのを先やっちゃおうかな。まずはこの透明シート、私は前回入ってきた透明シートなのかな。これを斜めに切る。でまた1枚は取っておきます。今回は私も浜中のボンドを買いました。プーさんの顔つけにゆるいボンドを使ってしまって結構苦労することになっちゃったんで、なんか水分量がやっぱり
こっちの方が少ないんですよね。 45% だって。こっちの一般的なボンドだと水分量が 60% もあるんで、まずはこのボンド、私6個分絞りたいからちょっと多めに出しとこう。ああ、思いっきり絞ったら溢れてる気づかなかった。そもそも先がこんなに細いからさ、大量に出すときはこっちから出した方がいいのかな。そこに青緑の絵の具、コルネを作る。1ミリぐらいの太さで描く。6方向に垂れたように絞ります。ちょっと盛り上がりすぎちゃったな。こんな感じで絞りたいんです本当は。絞りすぎたんだな。ここにポチョンってして、あとはもう引っ張るだけなのか。こっち側からも引っ張って、ここにポチョンとして引っ張る。こっちか。ポチョンってしたらもうここは絞らない。わかるかな。ここポチョンってしたら、あとはそのまま絞らずにヒュッと。もうそれぐらい、全然真ん中の方は絞っちゃダメなんだ。こういうことだな。分かったぞ。こっち本番と、ここからポチョンってしてピューって、でこっちもポチョンってしてピューって、ピョンってして、でこっちの対角で、あとここ。やっぱボンドが濃いね。結構盛り上がる。あと最初のやつちょっと直したいな。本当はもっとこうだよ。スプラトゥーンみたいにピシャってなってる感じにしたいよな。美味しそう。今日作ったのはここまでです。あとは乾かないと先に進めないので、前編後編で2本にしようと思ったけど、Day1、Day2 で1日ごとで上げてった方がいいかな。今回はここまでになります。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。